はい、今回は私のテント泊の装備をご紹介したいと思います。実はね、来週から4泊5日のテント泊重装の予定があって準備をしていたんですけど、そういえば動画ではね、テント泊の動画いくつか出してるんですけど、装備をご紹介したことがなかったなと思って今急遽動画を回し始めました。私のテント泊重装衣食住の3つのグループに分けてご紹介をしたいと思います。10からテントですね。テントからご紹介します。私はプロモンテの VL27 を使っています。なぜこれを使っているかというと、吊り下げ式だからです。このプロモンテはポールがしなやかに曲がって四つ角のポケットにポールがとても入れやすいんです。あとはこのね、フックをポールに引っ掛けるだけです。このフックが初めは強風の時に壊れるんじゃないかなと心配だったんですけど、お店の人に聞いたら壊れる前にフックが回転して外れる構造になっていて、ただね、このフックに2両の全てがかからないように、このね、下にあるね、メッシュでね、力が分散されるそうです。あとは何より結露です。吊り下げ式によって本体とフライシートの間に隙間ができるので通気性も良くって、基本山ではこのプロモンテのテントを使っています。シュラフですね。シュラフはこのモンベルの3番、この3番を使っています。3シーズン用です。冬はナンガの UDD の630を使っています。テントの中に引くシートです。私はこのグラバーですね。グラバーのシートを使っています。このね、角にね、ハトメ、穴があるのでタープとしても使うことができます。材質がプラスチックフィルムとアルミニウム、あとはポリエチレン繊維の4層構造になっていて、こっちのシルバーの面は太陽の約 80% を反射するそうです。商品説明にはシートとかタープ以外にも体に巻いて防水や防風、保温にもと書いてあったので多目的シートですね。シュラフの下に敷くマットはこれですね。サーマレストを使っています。長さ130センチのを買って、このね、二折りはカットして使っています。はい、次はテントの中で使うランタンです。私はね、このレッドレンザーのランタンを使っています。なぜこれを使ってるかというと、見えるかな？消した時にね、緑色でね、少しの間こう余韻があるんですよね、光に。このね、すぐ暗くならないところが気に入ってね、私はこのレッドレンザーのランタンを使っています。1回の充電で40時間灯ることができて、単3電池をね、使うこともできます。いつもは予備に単3電池1本持って行ってるんですけど、今回はね、4泊なので2本持っていきます。以前はね、このソーラーランタンを使ってたんですけど、重装するとき曇っていたりとか、あとは冬季の時ってなかなかね、このソーラーで充電ができないんですよね。なのでこれは一応予備ということで、基本はこのねランタンを使って予備にこのソーラーランタンを持っていってます。100均で買った吸水力がねめっちゃあるタオルです。テントね撤収の時にフライシートとか水滴でね濡れてる時にこれでササササッと拭いちゃいます。あとはね、この買い物袋ですね。雨天時とか結露がねすごくひどい時、このね、この袋に入れちゃうと、ザックの中濡れちゃうので、このね買い物袋の中にテントをね突っ込んじゃいます。そしてこれをザックの中に入れます。
そうするとね、ザックの中濡れないので、これはね、必ず持ってってます。はい、以上でテント泊の衣食住の住ですね、ご紹介をいたしました。次は衣食住の食です。料理をね、作るギアとしては、私はね、いつもこのフライパンとシェラカップを2つ持っていってます。このね、フライパンはユニフレームのね、フライパンで、縁がね、ここ6センチあるので、これでね、お鍋だったり、ラーメン、あとはね、もうカレーだったり、スープだったり、焼き物だったり、何でもこれ一つでできるので、とても重宝してます。あとは、このね、スノーピークのシェラカップなんですけど、これでね、お湯沸かすこともできるし、簡単なね、焼き物、ソーセージとかシャシャシャって焼くこともできるので、ドライフードだけの時は、このね、スノーピークのシェラパック、2つだけでね、テント泊行く時もあります。トレイです。テントの中は不安定に、ね、なりがちなので、このテントをね、下に敷いて、シェラカップ乗せてね、食べてます。ただね、トレイのね、この口がね、高すぎるとザックにしまうのにとてもね、ストレスになってしまうので、もう1センチぐらいの幅のね、トレイを使っています。カトラリーが入ってます。それ以外には、ここにもね、ゴミ袋、レジ袋、お買い物袋を入れてます。あとは、一応、蓋用としてアルミホイルをね、いつも2、3枚入れてってます。カトラリー以外には、あとはナイフと、あとはね、ライターですね。ライター。これですね、プラティパス。水場からね、お水を持ってくるときにね、使うものです。バーナーは、このスパイダースロープ、重心がね、低いものを使っています。重心が低いと、フライパンを乗せたとき、シェラカップを乗せたとき、とてもね、安定して使えるような気がします。以前はこのようなタイプのストーブを使っていたんですけれども、少しね、大きめのフライパンに具材を入れて乗せたとき、ちょっと不安定さが感じるような気がして、あとはシェラカップも、やはり地面からね、少し距離がある分、ちょっと不安な感じがして、私は先ほどの重心が低いストーブを使っています。今回は重曹なので、少しでもね、軽くしたいから、ドライフードです。カップラーメンもね、カップを外してジップロックに入れてます。2回だけね、ご褒美ご飯ということで、無印良品のブーロン飯と、このね、煮込みハンバーグをね、持っていきます。ドライフードを美味しく食べられるように、小分けにね、これ調味料を持っていってます。あとは、このドライフードにプラス一つ、今回はね、ペペロンチーノにシーチキンという風に何かをね、プラスして美味しく食べられるように工夫をしています。王道食兼おつまみですね。柿の種とかっぱえびせん、あとはね、サラミとチーズ、魚肉ソーセージを今回は持っていきます。あとは、これに5個セットとかになっているパン、ロールパンとかぶどうパンとかあると思うんですけど、それをね、何かしら1袋買って、私のテント泊装備の衣食住の食になります。はい、次は衣食住の衣です。一日の参考が終わってテントに入った時に、まずね、私が一番にすることは、このボディシートで体を拭きます。この瞬間が最高に気持ちいい。そしてその後にこのね、ダウンですね、上と下、これを着用します。冬季はね、このダウンの下にね、防寒着を着ます。私が使っているダウンは上下ともマウンテンイクイプメントのやつです。でね、このね、上なんですけど、このね、ダウンはここにね、ポケットがついていてね、じゃん、コンパクトになります。このね、ダウンパンツはス
タッフバッグついてるんですけど、私はこれはね、ザックにこう隅っこの方にね、こう隙間に押し込んじゃって、スタッフバッグはね、使っていません。はい、次はね、着替えなんですけど、下着は毎日交換します。そして、ロングパンツとロングパンツの下に履くスパッツ。これは参考中ずっと同じものを履いています。ロング T シャツとその上に T シャツを着用してるんですが、これは私は2日に1回交換しています。ね、これ一応匂いとか汗とかが気になっちゃうので、この小瓶にリセッシュですね、リセッシュを入れて脱いだらプシュプシュしてテントのねガイラインにかけて乾かしています。このね着替えを入れたスタッフバッグ、これにね寝るときはタオルを巻いて、これをね枕にして使っています。はい、衣食住の「衣」は以上になります。泊まり日帰り関係なく必ず持っていくものをご紹介したいと思います。レインウェアと、あとはねこれサングラスですね。私は折りたたみ式のサングラスを持って行ってます。高山に登るときはねサングラス必ず持っていくようにしています。ヘッドライト、ヘッドランプですね。私はこれマイルストーンっていうブランドのヘッドライトを使っています。これね、何が私が好きかというと、光がね見えるかな、暖色系の光なんです。これがね気に入って私は使っています。これ応急セットです。結構ねいろいろ考えて、私なりに考えて必要だなと思ってるものを入れて持っていってます。このね中身に関しては以前ねご紹介している動画があるので、ぜひご覧ください。これ細引きの紐です。例えば靴紐が切れた時とか、あとは靴のソールが剥がれてしまった時、その他ね何かと使えるかなと思って細引きの紐必ず持っていくようにしています。はい、これは充電器です。いつもはねもう少し小さいものを持っていくんですが、今回は4泊5日ということでね少し重いんですけれども、大きいもの持っていきます。私の動画のバッテリーセットです。これがね一番重いかもしれない。でもね持ってきます。はい、私がテント泊の時に持っていく装備の全てをご紹介しました。それではねこれをザックに詰めて、来週から裏銀座の4泊5日の縦走に行ってきたいと思います。次の動画は裏銀座の縦走の様子をお届けできるかと思いますので、ぜひご覧いただけると励みになります。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。それでは裏銀座の動画でお会いしましょう。じゃあね。